皆さん、こんばんは。今回はいよいよ、煙突山完成を目指して、山の各ロケーションの調整をしていきたいと思います。まずは、パート1から話題にしていたロープウェイ。ロープウェイの乗り場は作成済みなので、その間をロープでそれっぽく繋ぎます。見た目はそれだけですが、このロープウェイには大事な目標。マインカートを使い、実際にロープウェイに乗っている雰囲気を出したいという目標があります。なので、そのギミックの導入も頑張りたいところでして。まあ、やることは単純です。マインカートを使うので、レールが必要。山の斜面を登っていく必要もあるので、加速するためパワードレールも必要。パワードレールを作動させるためのレッドストーントーチも必要。これらすべてをテクスチャなしの、透明なものにしちゃって、作成したロープウェイにしれっと設置することで、マインカートがなんかロープウェイに吊られて、動いているような、そんな雰囲気が出ればと、考えた次第です。本当はレッドストーントーチから出る煙、これも透明にしたかったのですが、この後、煙は煙で使いたいので残すことに。で、バニラのテクスチャで見ると、こんな感じです。このロープウェイのためだけに、マインカート関係のテクスチャを結構いじりましたが、目標に近いものができたと、個人的に満足してるので OK です。ロープウェイはそんなところで、続いて、この山の内部、炎の抜け道を作ります。内部というとマグマ弾の味ともあるわけですが、まあ、それはそれ。炎の抜け道は112番道路の南側、先ほどのロープウェイ乗り場近くの入り口と、111番道路の砂漠を抜けた先の横道から接続する北側の出口。作成済みのこの2箇所をつなぐように作成しないといけないわけで、どうなったかというと、めちゃくちゃ広くなったよー。いや、そりゃそうよって話ではあるんです。山を大きく作ったんだから、その内部の炎の抜け道も大きくなるのは当然な話です。なので、抜け道、というには大きすぎ、じゃないかみたいな違和感あってもお許しくれっぴー。そんな大きくなってしまった点こそあるものの、炎の抜け道自体はシンプルな構造なのでサクッと完成。一手間加えたこととしては、煙。この炎の抜け道にはマグマの熱か、蒸気か、煙があちこちから吹き出ています。熱気のある場所って雰囲気がよくわかりますね。ってことで、その煙も再現。やってることはフエンタウンの温泉と同様。コマンドブロックで適当にエフェクト表示させてるだけです。大したもんじゃないですが、これで少しでも雰囲気が出ればいいなと思います。これで放置してた本家のロケーションもあらかたできたので、次は本家のロケーション以外の場所。具体的には煙突山と流星の滝の間。ここはマイクラの地形が湿原バイオームで、ほとんど水面みたいな場所。その上に114番道路や115番道路を作成している状態なので、その辺りを埋めます。流星の滝あたりは白い地形で覆って、煙突山もちょっといじって、元の地形をそのまま使えそうなら使って、あとはもう、木でも植えて、おしまい。この辺りの、いわゆる本家の画面外の地形作成。ポケモンの世界を作るというならこういった地形もそれっぽく整えないとね。ってことでなんか、それっぽくなるようにやってます。そうそう、一点だけ気をつけたかったこと。それは、この一帯の地下には流星の滝があるということ。流星の滝をご紹介した際に気づいたかもしれませんが、あの流星の滝の天井、ところどころに穴が開いてるんですね。理由は、光を取り入れるため。洞窟を作る際、明るさをどう確保するかってのには常に悩むんです。特にシェーダーを入れた時が問題。バニラの状態なら洞窟の出入り口に暗視効果を付与するコマンドブロックでも置いとけばいいんですが、シェーダーを入れてると暗視効果が作動せず暗いまま。なので、光源を設置してちゃんと明るくしたいわけですが、
神秘的な雰囲気がある流星の滝に、無造作に松明並べるのはどうかなと悩んで色々試した結果、今の状態。つまり、天井に穴開けて、自然光を取り入れることで明るくしました。淡い光が差し込んでる雰囲気が神秘的な感じがしていて、個人的にお気に入りです。が、その代わり、問題は、天井に穴が開いてるわけです。それを今のこの地表側から見ると、地面の至るところに穴が開いているという状態になるわけで、さすがに、このままにはできない。なので光を取り入れつつ、穴を塞ぎたいんです。そこで、今回、その穴を塞ぐためカーペットを使用しました。カーペットは光を遮ることがないので、これを穴の周辺に無造作に敷いて、穴埋めしちゃいます。割と、違和感なく穴を塞ぐことができたんじゃないかな。神秘的な場所や前人未到の洞窟に松明を置きたくない。という時に使っている手段なので、自然豊かな方園地方では今後もまたこういったことをするかもしれません。さて、そんなこんなで流星の滝周辺も整えたところで、本当に最後の最後。この山で一番最初に作った凸凹山道と噴火口。最初山の前景を決めるために簡単に作るだけ作ったままで、ろくに調整してないので、最後にこの辺りを整えたいと思います。まず凸凹山道は、木々が途中から火山灰が積もっているのか、灰色になってますので、そんな灰色の葉っぱに差し替えます。実はこれ、結構厄介な課題がありまして、灰色の葉っぱブロックを用意したのはいいのですが、ここは湿原バイオーム、一部の葉っぱが灰色じゃなくてさらによどんだ色に変わっちゃうんです。そこで、バイオームの設定を変えました。MC エディットという外部ツールを使って、この凸凹山道のバイオームを変更。あまりこういう外部ツール使っての作業はよくわからないので避けているのですが、こればかりはしょうがないです。大きな点はそのくらいで、あとは草むらやはしごを少し手直しして、まあ、こんなもんでしょう。そして噴火口は、これもはしごとかをちょっと手直しして、その中心に最後の最後、マグマを注ぎ込んで、はい。これで、煙突山、完成。まあ。まずはご覧いただければと思いますので、完成したものが、こちらです。
ということで、煙突山どうでしょう。いやいや、長かった。いや、長いというほどではなかったかな。録画時間だけで見ると、デコボコ山道と噴火口、作り直す前の山作成をしていたパート1は約15時間。山を作り直してこの全体像作成をしたパート2は、約12時間。そして今回、炎の抜け道を作ったり最終調整をしたパート3は、約8時間。合計35時間。合計すると相当な時間かかってたね。確かに、作ってて辛かったものを。特にパート2。山作り。どうしてもこう、トラウマというかなんというか、気分が乗らなくて。パート1はとっくにできてたのに、パート2でしばらく作成が止まりました。そんな中、なんとか、ね、敵はともかく、なんとか、山、完成。そして、山場を乗り切ったということで、だいぶ気が楽になりました。とは言ってもまだ作成するところは全然残っていて、まだまだ先は続きます。まずは陸地を作り進めたいと思っておりまして、煙突山周辺の作成が終わったのでこれから陸地を作り進めるとなると、近接してから東へ、118番道路。そして、そこを足がかりに、さらなる自然豊かな道路、町。そして、山。また山だよー。まあ、煙突山に比べれば、あの山は楽だと思いますが、そんな、まだまだ雄大な地形を作っていきたいと思います。ともかく、次回は118番道路。シンプルな道路であっさりできると思いますが、山を作った後、ちょっと楽したいので、ね。山場は乗り切りましたが、まだまだ続くこのマイクラ方園地方。引き続き、頑張っていきますので、また次回、よろしくお願いします。